こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、空室対策について昨日の続きを説明します。不動産投資において空室対策はすごい重要なので、この動画を見ることで、満室をですね、に近づくことができます。で、自分自身不動産投資家2014年からやってて、結構僻地、かなり駐車場がない田舎の物件とか持ってるんですが、ほとんどずっと満室で運営してきて、今、全部受け満室になってます。そのテクニックとか、基本的なことを、解説します。なので、不動産投資、お金を稼ぐ仕組みなんですが、銀行からお金を借りてきて、それで、そのお金で物件を買うと。で、物件を買って入居者さんを住まわせますと。そのお家賃をいただいて、その、家賃から返済したり、リフォームしたりとかして、それで手元にお金が残る。っていうので、本当に入居者さんが埋まるか埋まらないかですね。かぼちゃの馬車とか問題になりましたが、それやっぱ入居者さんが埋まらなくって、破綻してます。どんなにいい物件買ったとしても、結局中に、人が住んでもらわなければ、家賃をいただくことができないということで、不動産投資家はやっぱかなり厳しいですと。この前のケリーバックスでも、18部屋ぐらいあって、10部屋以上退去されて、家賃が払えない。そういうことになってしまったので、本当にですね、その物件を空室を埋めるテクニックっていうのは、非常に重要です。なのでしっかり不動産投資をこれからやるって考えている方は、結構、いろんなことやらなきゃいけないので、こういう基礎的なテクニックを知っておかないと、買った後にね、こんなはずでなかったところになってしまうので、注意です。どうしようもない物件買ってしまうとダメなんですけども、その中でも、なんとか戦うことができる。そういうテクニックを説明します。で、やっぱ空室対策としては、本当に、必須スキルですと。ないと、管理者さん任せにしてると、結構、危険な目に遭ってしまうというか、埋められない可能性も結構高いので、やっぱオーナー一人一人がですね、経営者としてどのように空室を埋めるか、その戦略を練って行動していかないと、やっぱなかなか埋まらないものです。最近、大家さんもいろいろ勉強してる人が多いので、昔は地主さんであんまり勉強しない地主さんで管理者任せで、特にライバルって感じじゃなかったんですが、最近ではいろんな勉強されてる地主さんものすごく多くいて、もうみんなやっぱやってることやってるってことで、むしろやらないとどんどん負けていく、そういう風になりますと。で、前回は、このネットに載せましょうって言って、ネットに載せて、写真とかですね、募集の条件とかちゃんと魅力がこの家の物件がですね載ってるかどうかをちゃんとチェックしましょうっていうことを言いました。あと仲介店さんにちゃんと募集をかけてもらうと、そこが重要です。で流れとしてはお客さんが検索してネット見ますと、ほとんどネット見て、そこからいい物件あったら仲介店さんはアパマンとかでミニとかに行ってエイブルとかですね紹介してもらって、でそこで物件見学行って2つか3つぐらい見てどれかに決める、そういう感じが多いですね。管理会社さんから仲介店に連絡して募集かけてもらって、さらにそこからネット乗っけてもらうって、そういう流れになってます。なので、まずは昨日はここら辺を、説明しましたので、もし気になる方は昨日の動画ですね、詳細欄貼っとくんで見てみてください。で、今回はこの募集の書き方とかですね、どういうやるかっていうのについて説明します。で、空室の募集の方法なんですけれども、仲介店さんも仕事でやってるんで、どうやってお金を稼がないといけないということで、かなりノルマがあります。で、そのお金の稼ぎ方は、仲介店さんは、その物件の、借り主と大家さんですね、の間をつないで、賃貸的契約っていうのを結びますと、借り主と大家さんの間で、その契約を結ぶ、手助けをしてくれるようなイメージですね。宅建持ってるんですけども、で、借り主さんは仲介手数料って形で、法定では 0.5 ヶ月だったりするんですが、大体1ヶ月ですね。会社によって違うんですけど、0.5 ヶ月から1ヶ月を、借り主さんは仲介店に払って、で、逆に大家さんは1ヶ月分ぐらいとかを、仲介店に、広告費として払うと。ここは値段決まってなくて、支払わない場合もあれば、多くて、3ヶ月とか5ヶ月とか、物件に、エリアとかですね、物件とかによっては変わると。で、やっぱ、どうしても仲介店さんもこの仲介手数料と広告費が欲しいので、広告費が高い物件っていう方が、なるべくこう、募集をかけやすいっていうか、営業しやすい。そういう風になってます。大体1ヶ月ぐらいが相場ですけども、大体2から3とか、そのエリアによってですね、広告費を変える。そういう感じになってます。で、実際、AD、広告費のこと AD って言うんですけども、AD3 っていうと広告費、家賃の3ヶ月分ですね。これ家賃ですね。家賃の何ヶ月分かっていうのが大体決まってるんですが、
この仲介店さんからすると、この家が広告費3ヶ月で、このなんかわらぶき屋根みたいな広告費1ヶ月で、この赤い家が広告費2ヶ月とかだったりすると、やっぱどうしてもこの広告費3ヶ月決めた方が、家賃の3倍もらえるんで、稼げるんですよね、この仲介店さんは。なので、このペンギンさんが物件見たいですよって言ったら、まず真っ先にやっぱこの青い家ですね、この広告費が高い家を決めた方が利益が大きいんで、どうしてもやっぱこの利益が乗る物件を、案内したがるし、決めたがるっていう傾向になるので、潜在的にこの、儲かる物件を進めたがるんですよね。なので、そういうふうに、広告費を上げることによって、自分の物件をなるべく決めてもらいやすくなるように、仲介店さんがアシストしてくれるようなイメージがあります。本当にね、どうしてもわらぶき屋根に住みたいとかあったら、もうこの借り主さんが、なんていうか、強固な意志で、これ絶対このわらぶき屋根に住みたいって言ったら、止めることはしないですけども、でもボロボロだし大変ですよとか、隙間風が吹いて寒いですよとか、冬はね、寒くて断熱材が入ってないですよとか言って、こっちの方がいいですよみたいな感じで進めてくる、営業マンさんもいますし、何も考えずに、これを進める人もいるし、人それぞれなんですが、広告費高い物件の方が、ノルマがあるんで、どうしても仲介店さんの営業マンもノルマで、広告費どれぐらい稼がなきゃいけないってあるんで、ノルマ達成のためにやっぱ、そういうものを進めていく。そういうふうな、市場原理が働くんで、大家さんとしては、なるべく、広告費ですね、上げた方が、進めやすくなると。この前の動画の中で僕、広告費3ヶ月、お願いしますってちょっと言われたんで、言ったんですけども、やっぱ目の色が変わって、いいんですかみたいな、絶対決めますみたいなこと言ってたんで、やっぱ、全然違いますよね。で、広告費3ヶ月、大体その地域は1.5から1.5から2あればいいかなっていうエリアなんで、3つけるってことはもうそんだけ自分の物件を覚えてもらいやすくなる。そういうメリットもありましたね。なので、広告費は結構重要です。であとここで、内見するんですけども、やっぱ営業マンさんに自分の物件知ってもらうってことがすごい重要ですね。なんでかっていうとこの、ペンギンさんが、青い家いいなと思って行ったんですけども、でついでにやっぱり何物件か他の似たような物件も勧めるんですね、この仲介店さんが。なので青い物件とこの赤い屋根と家とわらぶき屋根とかついでに見せるんですけども、この人が、青い家を案内するついでに、例えば赤い家知ってたら赤い家もこれも紹介しますよっていう風についでに紹介してくれるんで、なので営業マンさんに自分の物件を把握してもらうっていうのが結構重要で、なので物件ってもう数百どころかものすごいいっぱいある中に自分の物件を覚えてもらうっていうのはそれだけ結構重要ですと。でついでにこんなんありましたよって思い出してもらえるだけでもかなり制約率って結構上がるんで、自分の物件知ってもらうことによって借り主さんにですね、アピールしてもらえることができると。なので広告費であれば、この家広告費高かったなって言って、ちょっとダメ元で進めてみるとかですね、そういうケースもあります。あると思われます、きっと。はい。なので、案内するときについでに選ばれるような、広告費だったり魅力的な物件である。そういうのを目指していますね。で、あと現地に鍵を置いとくってことで、この営業マンさんが案内するんですけども、昨日もちょっと言いましたが、現地に鍵がないと、例えばこの管理会社が鍵持ってたとしますよね。そしたらこのペンギンさんをこの家に案内する前にこの管理会社寄って鍵を取ってから行かなきゃいけないんですよね。そうするとめんどくさいんで、例えばここからここは車で30分とかかかったりするとついでに見せるってことはできないんですよね。そこを30分かけて寄らなきゃいけないんで、なのでついでに見たりとか好きな時にポンと飛び込みのお客さんとかを紹介したりとかしやすいんで、現地に絶対鍵を置いた方がおすすめですね。でいろんな店舗今1個しか仲介店書いてないんですが、5個とか6個とかで募集かける場合は、そこからいろんな人たちが案内してくれるんで、現地に鍵を置いとくっていうのはすごい大事ですね。そうしないともう案内すらされにくくなるんで、ピンポイントこの時点で選ばれない限りはなかなか紹介しにくくなるんで、絶対置いといた方がいいですね。でキーボックスって見たことある方いらっしゃいますかね。こういう感じで南京錠の中に鍵をしまえるような感じになってるやつですね。大体1500円とか売ってて、どれがおすすめですかとか聞かれても別に何でもいいんですけども番号あって、でこれをガスのガス管にかけたりとかですね、水道の蛇口のところに引っ掛けたりとか、いろいろ目立たないところに置いとくんですよね。で番号を伝えておいて、この番号なんで鍵現地にありますよっていうと、仲介店さんはついでに
案内ができるっていうことで、近くの物件回るときに一緒に見れるんで、写真撮りに行ったりとか、いちいちその管理会社あるとね、撮りに行くの本当大変なので、絶対置いといた方がいいですね。なのでこれ僕持ってて、現地に必ず、あと管理会社持ってたりするんで、管理会社さんに現地に鍵置いといてくださいって言って、やるのはいいですね。僕も 100% 現地に鍵置いてますね。はい。で、そんな感じで案内したときに、見てもらう。さらに見てもらった時に決めるっていう風になるためにやっぱその他の物件と同等以上の条件にしないとまずもうこの、仲介店さんが案内すらしてくれないですね。なのでこの青い家を、このペンギンさんが見たいですよって言った時についでに赤い家も決めそうかなっていう風にして紹介してもらうためにはこの青い家と赤い家が同じようなね条件で、同等以上であれば、決まってもらう可能性が高いんで、家賃であったりとか、例えばこの青い家の方が2階建てちょっと広いのに、赤い家がさらに、狭いのに家賃高かったりとかすると、やっぱ青い家の方が魅力的なんで、こっちなんかもう見せる気もしなくなりますよね。案内する気も。なので、その、ライバル、周りの物件に対して、設備であったり、例えばもう、エアコン必須とかエリアによっては、外では干せないから室内乾燥機っていうか浴室乾燥機必須のエリアとかあるんで、そういう、設備とかですね宅配ボックスとか、その周りと比較して魅力的同等以上でないと案内されにくいと、せめて家賃が安いとかですねそうしないと案内されにくいんで、他の周りの近隣の物件と、同等以上の、設備とか家賃とか、敷金礼金ですねしないといけないっていうんでそこは要注意ですね。なんで決まんないんだろうって言ってかなり家賃高めの条件でずっと募集してたりとかってよくあって、それは決まんないでしょっていうね他は安いのがあるからそっち行くよねっていう感じでなってますね。でおすすめの方法としては、調べるのにはスーモの賃貸経営サポートってあって、これ無料でなんかリクルートかなんかの ID が登録必要なんですけども、基本無料でできてエリアを選んで、住所でもいいんですけど、なぞってとかでもいいんですが、エリアを選んで、そのエリアの平均家賃とか、教育費とか、坪単価とかが出るんですよね。であと、どれぐらいの設備が、周りの物件あるかとか、そういうグラフを出してくれるんで、エリアのリサーチについては、このスーモの賃貸系サポートですごいおすすめですね。僕もよく使ってます。で、平均家賃が、例えばこれだと今東京駅の周りだと平米単価、4800円とかって出てるんでそれぐらいの、家賃とかが、平均的ですよ。それをちょっと安くしたら決まるかもしれないし付加価値付けちょっと高くするかとか、その辺は戦略によって変わりますんで他の物件の、ライバル調査ですねよくしといた方がいいですね。買う前にもしといた方がいいですよね。買った後に実はなんか3点ユニットは絶対決まらないような地域で自分の物件だけ3点ユニットだったとかなるとかなり厳しいんで、買う前には需要とかチェックしないといけないですし、買った後も募集の家賃どうするかとかこういうのでよく調べないと、相場からかけ離れて高いとまずも絶対決まらないですね。みんな賢いんで。あとは、さらに空室埋めるためには自分でも募集かけてみるっていうのは結構いいですね。例えばジモティーとかあと打ち込みとかですね、そういうふうに結構見てる人があんまりなんていうかやり取りがやりにくいような人たちが多いんでなかなか活用するの難しいですけども、自分も、なかなか苦戦はしてるんですが、ジモティーとか打ち込みとか使って募集かけたりして1回だけ、店舗決まったことありますね。それでかなりもう1年半1年か1年借りてもらってるんでそれだけでも相当ねお金入ってきてるんでジモティ活用はいいですね。ただなんとかジモティとかってどちらかというとなんかなんだろうおもちゃとか服とか無料で欲しいっていう方が結構、そういうのを探してる時にたまたま物件見つけてちょっとそのままそのノリで問い合わせするような結構軽い感じの人が多くて結構全部内見したりすると結構大変なのでよく、見極めは必要ですね。名古屋の大家さんにジモティいいっすよって紹介したら十何人ジモティで決めたとかおっしゃってる方いたんで、そういうハマればハマれますね、物件とエリアによっては。なのでジモティとか打ち込み使って、自分でも仲介店さんとは別にさらに自分でもやるっていうのは結構いいと思います。で今言ったみたいに、いろんなことを言ってきましたが、まとめとしてはその空室対策のチェックポイントですね。
こういうとこチェックして、問題ないかっていうのを一個一個見ていった方がいいですね。まあ、例えばネットに掲載されてるかとか、情報正しいかと、写真問題ないか、あとまあ仲介店さんにちゃんと知られてるかですね。あとまあ1店舗だけなくて、まあ、ミニミニだけなくてアパマンさんとか日照とかエイブルとかですね、まあ、いろんなところにかかってるかとか、あとまあ広告費で、負けてないか、まあ、いくらいい物件でもやっぱ広告費が低いと仲介店さんにとってメリットないんで、他の物件を埋めた方が利益が出るっていうんで後回しにされちゃう可能性がありますんで、まあ、同等以上であった方が決まりやすいですね。あとはまあ他の物件に対してまあ、家賃であったり設備が見劣りしてないかどうかとか、あとまあ現地に鍵を置いてるかとか、まあ、そういったところをチェックして空室が埋まらない場合は何が悪いのか、まあ、そもそも人がいないとか、まあ、そういうふうに、原因を探るっていうのがおすすめです。まあ、あとよくやられてることで僕やってないこととしてまだやったことないのはステージングですね。家具を置いてなんかおしゃれにして写真撮るとか、そういうのやったことないですね。まあ、なんでかっていうといろいろヒアリングして、まあ、ヒアリングがいいですね。仲介店さんに何やったらいいです、何やったら埋まりますかとか、まあ、この20万の予算の中で何やったら一番埋まりますかとか、そういう相談をして、まあ、一応今までステージングが決まりやすいよって話なかったんでやったことはないですね。まあ、例えば東京とか結構家賃高い人たちの、エリアとかですね、そうおしゃれなエリアだったら全然ありだと思いますが、自分のところどちらかというと田舎、地方の田舎で、まあ、家賃が安いそうなので、そういったところで、まあ、数十万かけて、ブラッシュアップしたところで、まあ、家賃はあんま上がらないので、まあ、その分家賃下げて入居者さんに還元した方が喜ばれますね。まあ、あとよくポップアップしたりされてる方もいるんですが、自分はまあやったことないしやらなくても全然決まってますね。お風呂場が広くて素敵とかなんか吹き出しみたいなね、僕字汚いんでやると書いてマイナスになりそうなんですけども、まあ、そういうやってる人もいるし、まあ、それが原因で決まるかどうかって言われるとよくわからないんですけども、少なくともまあ自分の物件をやらなくても全然決まってるんで、まだやらなくていいかなと思ってます。あと、まあ、メジャーとか置いておいて冷蔵庫置けるかとか洗濯機入るかとか、まあ、そういうなんていうかこう入居者さんのこう内見者の心遣いみたいなのとか、まあ、あとプレゼントですとかですね、今決めるとこのシャワーヘッドプレゼントしますよとか、結構まあそういうのをやったりされてる方はまあ本とか見ると結構いっぱいいますけれども、まあ、自分はまあ、地域最安値の家賃とかで埋めてるんで、まあ、安く住めるっていうのが、売りにしてますね。まあ、そういう物件が多いので全然それはそれでいいですね。まあ安く入っていただければ他に出ていきにくいっていうメリットもあったりするんで、まあどっちもどっちですね。僕は比較的その小売回りで、地方を持ってるんで、まあ、そういう家賃安いところを、なんとか埋めてるっていうんで、こういうのはやってないですね。まあやるのは時間と余裕があったらやってみてもいいかもしれないですね。実験してみて。で、まあ、ここまで空室対策の基礎を、解説してきました。で、まあ、空室埋められないとやっぱかぼちゃの馬車みたいにシェアハウスとかでも破綻したりとかするので、やっぱ空室を埋めるっていうのはやっぱ買った後の一番大切なことですね。結局埋まらなければ家賃が入ってこなくって経営として成り立たないと。なので、まあ、今チェックリスト上げたみたいな感じで、ちゃんと、まあ、これから募集かける方は、チェックしてみてください。で、まあ、管理会社任せに、まあ、して全然全て完璧にうまくいくケースもあるんで、まあ、そういう管理会社であれば全然いいんですけども、でもまあ基本丸投げしたところでやっぱこういくつもある物件の一つになっちゃうので、まあ、それよりかはやっぱ自分でやった方が空室率は下がって物件を埋めやすくなるっていうのがあります。なのでまあ空室の対策、まあ、こういう埋める基礎的なことはまあ一回やっちゃえばあとメールだけとか電話だけとかで結構回るんで、ある程度楽になるので一回地盤を築いて、しっかりとやるっていうのが重要だと思ってます。はい、今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。この動画は、不動産投資とか、物理とかですね、あとビジネス、あとお金を稼ぐ投資とかについて説明してますんで、もしよかったらチャンネル登録していただければ役立つ情報を発信しています。面白かったら高評価お願いします。あと、コメントで質問受付中です。あと、Twitter やってますんで、よかったらフォローしてください。LINE アットで、有益な情報を発信してるんで、よかったら登録してください。どうもありがとうございました。